本海は水木しげるロードで有名な鳥取県の境港へ大阪から車で向かいます。一度岡山県の津山で高速を降り厄除け、最南の家で有名なこちら寒原神社の奥の院と本宮に立ち寄りました。ちなみに大阪市にある寒原神社はこちらから昭和25年に分霊されたんだそうです。かなり山深い場所にありますが、他府県からの参拝者が多いみたい。少しきつめの階段が続きますので覚悟して参拝してください。階段を上り終えるとまず金毘羅神社があり、その奥に寒原神社奥の院が鎮座しています。この日まで知らなかったけど、ここの住所が岡山県津山市鴨町中原899、僕の名字と同じ地名なんです。だから昔から惹かれてたのかも。ちなみに僕の祖先は父方も母方もたどっていくと岡山に縁があります。こちらが奥の院。しっかり手を合わせ参拝して本宮へ。本宮は何の案内表示もなく Google マップで見ても道が表示されず、呼ばれないといけない雰囲気。あえてこの動画でも行き方は説明しないでおきます。ぜひ現地で何かを感じてたどり着いてください。少し開けた場所が到着したかな。ありました、寒原神社本宮です。何年も前から来たかったのでやっと来ることができました。しばらくここにいたい、そんな場所でしたが暑すぎて無理でした。なかなか簡単に来られる場所ではありませんが、またいつか来たいと思います。妖怪の町境港に到着しました。水木しげる先生の漫画のキャラが町の至る所に。これは悪魔くんとメフィスト2世。本屋の宿はこちらの境港道民院の和風版というと分かりやすいかな。この日の宿泊費は朝食別で22,000円、朝食が1人3,000円でした。チェックインは機械でサクッと。1階の雰囲気こんな感じで、フロントで靴を脱いで館内はすべて土足現金。このシステムめっちゃいい。カードキーがないと動かないセキュリティ抜群のよくあるエレベーター。今回のお部屋は5階です。落ち着いた和風テイストのお部屋。広さは必要十分です。椅子とテーブルもついてました。なぜかテレビの横が洗面。アメニティ等は引き出しの中に歯ブラシ、カミソリやブラシ全部入ってました。
冷蔵庫の中のスイーツとお水はサービスだそうです。トイレはもちろんウォシュレット、大浴場があるのでシャワーのみお部屋にあります。湯船はついてないのかな。こののれんの奥も部屋かと思ったらクローゼットかよ。障子を開けると外の景色はなかなかいい感じ。水木しげるロードと境港駅前ビューです。明るいうちに少し散策しに行きます。目玉の親父が刻まれた照明、後で紹介しますが、この目玉に仕掛けが。水木しげると言ったらやっぱり鬼太郎。照明が目。このようにこの町は至る所が妖怪に支配されています。ここのオブジェは YouTube に叱られるかもしれません。池の中のネズミ男、これはセーフ。ちまる子丸出しの鬼太郎、これはダメ絶対。このネズミ男はなんと握手ができます。こちらはちゃんと服を着た鬼太郎。その視線の先には目玉の親父が。有名キャラからよくわからないキャラまでものすごい数の銅像が並んでます。お土産屋さんも多数。園内撮影してないけど全体的にリーズナブルでした。こちらは妖怪神社。ご利益あるのかな。信じる者は救われる。これなんかかわいい。ここは手作りキャラグッズのお店。目玉の親父のバームクーヘン。モナカもありますね。これ体つけないと目玉ってわからない気も。妖怪のお土産がこれでもかって売ってます。欲しかったリアル目玉のお菓子のお店が閉まっていたので、明日朝改めて買い物しようと思います。少し入り込んだところにある妖怪テーマパーク。ここではなんと一旦木綿に乗れちゃいます。妖怪ハウスってもう少し高いところにあるよね。17時には全て閉店らしく、遊びたい方はお早めに。全体的にネズミ男の出現率高い気がする。こちらは水木しげる先生夫妻。こちらの郵便局の窓口から手紙を出すと鬼太郎の消印押してくれるみたいですね。最初にちょっと触れた目玉の親父、実は黒目の部分を除くと中に鬼太郎が。こちらは目玉の親父の中にも親父。ここも鬼太郎。
塗り壁もいた。中に誰かが入ってるのは数個しかなく、タワー外れらしいです。ほんまや。目玉の親父と一緒にお風呂に入れるスポット。このサイズの親父はなんか嫌かも。晩ご飯のために駅前へ。夕食を食べられるお店がかなり少なく、選択肢少ないのが難点というわけで、回転寿司食べに行きます。駅前も妖怪に支配されてます。今夜はこちらで晩ご飯。注文はすべてタッチパネルから。思ったよりリーズナブルな価格。観光地で他に飲食店が少なくて、そして美味しくて、この価格は全然あり。最近大手各社が回転レーン撤去したので、この景色もなんだかノスタルジー。ハマチ、マグロ、炙りサーモンからいただきます。港町あるあるですが、やっぱり回転寿司のレベルが高い。大阪の下手な回らない寿司屋より全然うまい。サイズは少し小さめかな。ネタはとっても新鮮。美味しくてパクパク食べちゃいます。食べたくて唐揚げ頼んじゃった。こちらは豪数感が溢れてました。つまり一応美味しいけど、ここで食べなくてもいいよねってやつ。こちらはのどぐろ。油のり最高で激うま。他にもいろいろ頼みすぎて何頼んだか忘れちゃってますが、お寿司はすべて美味しかったです。価格も高くないし最高。特別珍しいネタはなかったけど、全部リーズナブルで美味しくて大満足。これくらいのクオリティの回転寿司、大阪にも欲しいです。日が落ちたので夜の散歩へ。同じ場所なのに雰囲気がガラッと変わります。最初に結論を言うと、夜が一番おすすめです。ライトアップが綺麗で、夜にしか見られない妖怪の数が半端なく多い。あとお盆に行ったので圧倒的に夜は涼しい。夜は水が止まっていて、鬼太郎はおしっこしてませんでした。お昼も見た目玉の親父。夜の方がなんだか魂感じてしまいます。夜は地面にも妖怪が現れます。小泣きじじいと砂かけババア、結構レアキャラかも。やはり全体的に目玉の親父と鬼太郎、ネズミ男多めかな。そういえば猫娘もあんまりいなかった気がする。夜は昼間よりどこ見ても妖怪だらけ。
水木しげるロードに数カ所設置されたこの看板の言う通りに手を叩くと辺り一帯がクラブ化します。夜も早い時間なら一部お土産屋さんが営業してたり、夜しか見れない妖怪がたくさんいるので、昼夜どちらか行けない場合は絶対夜をおすすめします。20時台がベストかも。確か22時で終わる照明とかがあったと思います。警察も妖怪に支配されてますね。おそらく妖怪にいたずらされても警察は助けてくれないでしょう。お風呂で汗流してきました。ここの大浴場とサウナめちゃくちゃいい。シャワーヘッドがリファなのも最高。そしてこちらもドーミーイン名物湯上がりサービス。夜はアイスが食べられます。だいたいどこでも4種類用意されてると思います。マッサージチェアも使い放題。前回高知編でも行った気がしますが、国内宿泊はドーミーイン系列以外泊まる気がしない。小腹が空いたので一回レストランへ。ドーミーイン系列の夜の楽しみ。夜泣きそばの時間です。オープン前に行ったらすでに行列。このシンプルな中華そばが本当にうまい。胡椒と七味と柚子七味が置いてありますが、とりあえず1杯目は胡椒を入れました。わざわざ1杯目と文言をつけたわけはこの後分かります。さっぱり鶏ガラベースの醤油スープにツルツルの皿にネギとメンマにのり、これ家でも夜食で食べたいです。完食したのでおかわりもらいに行きます。2杯目もらいに行くのはちょっと恥ずかしい。そんなあなた全く気にせず行って大丈夫ですよ。2杯目は柚子七味豆乳。ちなみにこの夜泣きそば、前回高知で聞いたら1人1杯という決まりはないらしくて、美味しく食べられる範囲であればおかわりしても良いみたい。一応施設によって違うかもしれないので確認してください。2杯目も完食ってことで2度目のおかわり通算3杯目。3杯目も柚子七味でいただきます。夜食の量ではないですね。このラーメンマジでなんぼでも食べれる。さすがに4杯目行く勇気はありませんでしたが、明日の朝ごはんの分も胃袋を開けておかなきゃいけないし。ってことでごちそうさまでした。朝食の時間になりました。オープンと同時に入場。こちら海鮮丼コーナー。エビに貝柱、イクラにカニ、そしてシラスとマグロも。この海鮮丼コーナーはご当地グルメなので他のドーミーイン系列ホテルでは内容が異なります。海鮮丼用の酢飯は赤酢の酢飯。ネタ1杯乗せたしおかわりもしたいのでご飯は控えめに。まずはマグロから乗せていきます。今回境港に宿泊したのはこの海鮮丼がお目当てでしたが、本当にここにしてよかった。前日到着がお昼過ぎていたので市場に行けませんでしたが、これで十分満足。ドーミーインに泊まるとご当地グルメを食べに行く必要なくなる説。
カニもたっぷり乗せていきます。イクラが美しすぎる。こちらもガンガン乗せていきましょう。真ん中に貝柱も、最後にエビ。これで完成。白州は別皿でいただきます。ここの境港の朝ごはん、本当に豪華。今回は海鮮丼に全力注いでしまいましたが、他にも美味しそうなものがたくさん。今回は海鮮丼に全集中したけど、他にもいろいろ食べたかった。さっと全種類取るだけですごい尺になるくらい本当に種類が多いです。小鉢コーナーから温泉卵と長芋いただきます。世界中どこに泊まっても食べてしまうベーコンとウインナー。合鴨のロースもいただきます。もう早く食べたすぎてそわそわしてます。こちらの冷製じゃがいものスープがとても美味しかった。とりあえず朝食ビュッフェ1周目こんな感じで完成。朝からこんな贅沢でいいんだろうか。ちなみにこちらの朝食ビュッフェは1人3000円。多分海鮮丼だけで元は取れそう。食べきったので2周目取りに行きます。2周目は和食で整えます。肝臓に良さそうなしじみ、たっぷりのしじみ汁。今回はイクラメインでカニとシラスをチョイス。マグロは刺身でいただきます。朝一から2杯も食べるご飯じゃない。豪華すぎて夢のよう。毎日食べたれ絶対痛風になるやつ。マグロ単体で食べても激うまでした。チェックアウトして昨日閉店して買えなかった名物お菓子を買いに来ました。テレビにもたくさん出てるらしい。1つ500円の目玉の親父の和菓子。これやばくない？リアルすぎて。しかもこれ本格的な老舗和菓子屋さんが作っているのでめちゃくちゃ美味しい。絶対にこれは買ってください。おすすめ。今回の動画はここまでになります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価にコメントもお待ちしています。次回堺港から出雲大社へお楽しみに。それでは次の動画でお会いしましょう。